皆さん、ハロー、マサトです。ふみこです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていきます。今回紹介するのはカナディアンロッキーでおそらく一番行きたい場所で、あると思います。レイク・ルイーズとモレンレイク、2つの湖をこれから紹介していこうと思います。今私たちがいるのは、後ろこのテントが見えるのはここかな。レイクルイーズに行くためのシャトルバスが発着する場所です。レイクルイーズをまずは紹介していこうと思います。それではカナダの美しい絶景をお届けしていこうと思いますので、レッツゴー。レッツゴー。はい、ではまずここが駐車場なんですけども、シャトルバスで来た場合はここで降ります。でこの右側に見えるのがお手洗いで、あとはウォーターサーバーもあったりします。結構混雑するんで時間に余裕を持って、行動していきましょう。でここは、なんだろう、オフィススタッフ、この関係者の駐車場とか、奥にも、シャトルバスがいっぱい止まっている駐車場があります。でトイレを出て、進んでこっち方面、今久美子がいる方向に歩いてレイクルイーズへ向かっていきましょう。ゴー。さあではこれからレイクルイーズ、駐車場からは歩いて、数分で全然行けるので迷うことはないと、みんないっぱいおるからね、人が、思います。でこのレイクルイーズには今ちょうど昼ぐらいに到着しています。もうね、駐車場は満車です。で人もめちゃくちゃいます。で駐車料金、例えばレンタカー借りたり自分の車で来たりすると、駐車料金1回40ドルぐらい取られます。高いよね。日本円だと、高い、4000円ぐらいするんですが、1時間止めても1日止めても40ドルぐらいかかる、そんなところになっています。しかも満車です。もしレイクルイーズに来るんなら、ちょっと寄ろうか。レイクルイーズに来るんなら朝の、もう本当5時とか6時にバンフを出発して来るようにしましょう。日本ではあんまり見かけないんですけど、自分の車で来た場合、この機械でナンバープレートを登録して、支払いをしていきます。結構どうだろう、少なくともアルバータ州だとこういう払い方が一般的よね。こういう、機械で自分で支払いをします。そうですね、クレジット払いもできます。でこれ気づかない人結構多いんで気をつけてください。これやってなかったらチケットを切られます。ちょっとやっぱこの辺の日陰はひんやりするね、夏とはいえ。みんな長袖。今日は8月ですけど気温が10度ぐらい、って言っても上今日は晴れてるんで太陽が当たればかなり暖かいんですけど、こういう木陰、林の中を歩くと、割とひんやりします。だんだん見えてきたんじゃない？そうね、駐車場からだと、5分もかかんないぐらいでそろそろこの奥に見えてきていますか。人がすんごいいっぱいいますけど、この時間帯はね、どうしても多いよね。そうだね。さあレイクルイーズ到着となります。今12時ぐらい、昼ぐらいですけど、とんでもない量の人がいますが、レイクルイーズ到着しました。さあではレイクルイーズ到着です。じゃん。いい天気やね。気持ちいいね。気持ちいいね。でこのレイクルイーズ、カナダでは、多分知名度はナンバーワンやね、の湖なんですけど、奥行き 2.5 キロぐらいあって、この幅が800メートルぐらいある湖です。でちょっとこのカメラだと見づらいかもしれませんが、周りにこの辺とかめちゃくちゃ人がいるんですけど、来るなら昼前後が一番綺麗です。まさに今この動画を撮っている時間が一番綺麗な時間帯ですね。湖の色がね、人はすごい多いけどね。そう人は多いんですけど、ところどころ今もうちょっと前行ける、こういう外れたところとかに来るとあんまり人がいないので、そういうスポットも探しながら、レイクルイーズ来てみると、ほらこれとか見て、ほらイエーってやって、ほらこれとかなんか 見たことあるでしょみたいな画角の、写真も撮ったりすることができます。すごいね。でところどころこう見えますか、この辺も、カヌー体験っていうのもやってたりします。でちょっとこの辺ちょっと湖畔をこれからちょっと歩いてみましょう。
さあではちょっとこれから湖畔を歩きながら、カヌー乗り場に行ってみようと思います。混み具合とか、あとは料金どれぐらいって気になる方もいらっしゃると思うので、ちょっとこれからこの湖畔、さだいぶこの辺は人がおらんね。そうやね、この湖もちょっと湖畔外れてくると、今は全然この辺人がいないので、この辺は割とおすすめかもしれません。両端結構おすすめだね。そしたら、カヌー乗り場へと向かっていきますが、なんかあれやね、思ったより今日列少ないね。少ないね。この目の前に見える小屋がカヌー乗り場で、今の時期はこれか、はい、見えますか。朝8時半からやっているんですが、30分で155ドル、1時間で165ドルです。でこれ1人の値段じゃなくて3人、ね、1個の船に3人乗れる料金です。30分と1時間10ドルしか変わらないんで、ほとんどの人は1時間行きますが、割と高めなんですけど、3人で割れば大体60ドルぐらいなんで、めちゃくちゃ高いわけではないです。3人乗れば。でちょっと行列具合見てみよう。見てみましょうか。少ないね。ひどい時ここぐらいまであるもんね。そうそう、一番多い時はこの看板ぐらいまで行列が並ぶんですけど、今日はこれぐらいの並び具合です。でこれだと多分1時間も並ばないで行けると思うんで、もし乗りたい人はこれぐらいの行列だったら並んだ方がいいと思います。でカヌー乗り場はここからスタートして、このカヌーのレイクルイーズの奥の方まで漕いじゃっていくこともできたりします。これ結構楽しい。意外に楽しいよ。最初なんか面倒くさいかなとか思うけど、乗ったら楽しい。そうそう、やっぱ景色もすごい綺麗やし。で体験したことあるんですけど、結構楽しいです。でバンフに住んでる人はバンフアンバサダーパスっていう、プログラムがあって、1時間ぐらいバンフの説明を聞けばこのカヌー無料で乗れます。なのでバンフ在住者はバンフアンバサダーパス絶対取った方がいいっていうのと、バンフに友達がいる人は友達にバンフアンバサダーパスを取るように、言っておくといいと思います。さあじゃあこれ今レイクルイーズ入ってきて左側の奥のカヌー乗り場にいるんですけど、これからじゃあ、ちょっとこのさっき混雑してたのここでちょっとこの湖畔をぐるっとこのホテルの前ぐらいのところまで行ってみましょう。ゴーゴー。さあではさっきまで混んでたのがこの左側にあって、今別のスポットへとやってきましたが、ここ結構おすすめです。そんなに人が多くないし、割と正面っぽく撮れるよね。これストップ。今この画角なんかはよくレイクルイーズで写真撮ると見るし、こっち側はあんまり人がいないスポットなので、着いたらやっぱ一通りぐるっと回るのがいいと思います。そう風もすごく強くなくていいね。寒くないし。そう日本と違って、気温は20度ぐらいから30度ぐらいまで上がる時もあるんですけど、やっぱりね湿度がないからすごい不快な暑さになることはあんまりないよね。レイクルイーズ奥に見ながらこの湖畔沿いを歩いていると、この岩場のところに結構みんな立って写真を撮ります。ほらこことかもこういう感じかな。はい、よいしょ。結構ど真ん中で撮れるよ、結構ぐるっとしとるから正面じゃないかなと思ってもどこでも結構正面になるよね。やっぱカナダで一番人気の湖っていうこともあって、歩いてると英語あんま聞こえてこないです。ヨーロッパの言葉とか、あとインド系の言葉とかが、結構よく聞こえてきます。その辺もなんか異国感を感じれるから、ね、確かに楽しみの一つじゃあ楽しみの一つです。さあでは、ちょっと進んでいくと、この右側にはフェアモントシャトーレイクルイーズっていう、結構高級ホテルが見えていて、この中でアフタヌーンティーなんかも楽しむことができます。でこの中からレストランとかがあって、レストラン楽しむとこのビューを見ながら、食事やアフタヌーンティー楽しむことができます。さあというわけでカナダで一番有名なレイクルイーズ紹介してきましたが、滞在時間
ツアーで来ると大体1時間のことが多いんですが、できたら2時間ぐらいあっても全然飽きない場所だと思います。でこの色は季節によっても違うし、太陽の高さとか天気によっても変わってくるので、それも楽しみの一つじゃないでしょうか。さあでは次、これからモレンレイク、カナダでトップ2ですね、有名な湖、これからモレンレイクへと向かっていこうと思います。レッツゴー。さて次のスポットどこに来た？モレンレイク。はい、モレンレイクにやってきました。今駐車場にいるんですけど、車はあんまりありません。というのもここ2023年から自家用車レンタカーでの観光、この駐車場に入っちゃいけない、禁止になりました。なのでシャトルバスかツアー会社とかでしか来れない場所に2023年からなっています。そんなモレンレイクにやってきまして、見えてるのかな、ちらっと見えてますが、これもう後ろにモレンレイクがあります。ではこれからモレンレイクビューポイント、ちょっと高いところに登って行ってみましょう。それではレッツゴー。はい、ではこのモレンレイクなんですけど、駐車場には簡易トイレがあります。でこの脇道をそれて、ちょっとこの土の道を歩きながら、ビューポイント向かっていくんですけど、どれぐらいかな、歩いて10分から15分。10分から15分、ちょっと整備された道ですけど坂道を登っていくので、あんまりモレンレイク来るんならサンダルとかじゃない方がいいと思います。そうやね。で先ほどこのモレンレイク2023年から自家用車で来れなくなったということで、私たちバンフに住んでるんですけど、地元の人ですらもう来れない、簡単に来れんよね。そう場所になっちゃいました。ちょっと残念だけどね、その代わり人がじゃあ減ったのかっていうと全然じゃない？それも全然そんなことなくて、ただツアー会社を利用する人が増えただけで、試行錯誤しながらやっているような感じですが、これから登っていくのは後ろ、ここ見えダーンと、はい、こういう場所、この右側には、がれきの山みたいなところがありますが、ここをちょっと上へと登っていって、行くのはどこ？指さして右上、はい、この木が生えてるあたりまで10分間登っていこうと思います。結構無法地帯だ。そうだねこういう、一応舗装はしてあるけど、土の遊歩道を登っていくんですけど、標高が1500メートルを超えているエリアなのでね、割と息が上がりやすく感じると思います。ゆっくり歩いていってください。で振り返ると、ほら京都が景色すごいよ。この山マウントテンプルって言って、この辺りでは一番高い山も見ることができますし、この右手、この岩場には、たまにピカっていう鳴きウサギがいたりします。鳴き声どんな感じ？ピーみたいな、ピーって言ってる。そうグレーの丸っこいウサギがいたりするので、ピーピーって鳴き声が聞こえたらこの岩場探してみましょう。この辺にいる動物がここに紹介されてるんですが、この辺にはシマリスが住んでいますよっていうのだったり、あとはこれがピカです。これが、この後ろの岩場に住んでるという紹介がされてます。さあ今5分ぐらい登ってきましたけど、どう？なんか結構こんな近かったっけって感覚ないけど、割と楽勝？ところどころ雨が降ってたりすると下が水たまりもあったりするんで、あと段差も多いからね。そうだね、気をつけながら。気をつけて。結構頑張って焦って走ったりするとかなり危険なので、ゆっくり向かっていきましょう。でももうちょいやで。それにしてもこれすごいね、景色がこれね。ちょっとこっち曇っとるけどこっちは晴れや。すごいとこ歩いてますみたいな。今日気温今15度ぐらいですけど、登っていくとだいぶ暑く感じてきます。さて、あと日が当たっとるから、おお綺麗なんじゃない？見てきたよ。
さあこの前撮影したのは6月1日オープンの日だったんですけど、今日は8月です。さあ夏本番の様子はどんな感じでしょうか。よいしょ。おお、どう？見て。じゃあドン。おお、いいんじゃない？おー、綺麗やね、うん、いいね。やっぱ日も当たって。でおここおもね、規制が入ってるとはいえレイクルイズと一緒でこう展望台は結構人がいます。やっぱこの湖の色綺麗よね、うんサングラスとまた外すと全然色が違う。サングラスかけても綺麗やけどね。今時間が昼過ぎなんですけど、だいたい昼過ぎだとこんな感じの色に映ります。ちょうど朝に来すぎると左側のここから影になっちゃうんで、ここも来るなら割と太陽が昇っている時間帯が上に来てる時間がいいと思います。うん、でここが一番手前にある展望台なんですけど、実は、ここがゴールではないんです。もっと奥、ねこうやって見たことある風景の中を歩いていくんですけど、実はここではなくてもう一個奥に進んでいくともう一個展望台がそう奥にねあるんだよね。うん、この見えますか、ここほらもう一個、ここをぐるっと歩いていって、ここに人がちょっといます。2つ目の展望台行ってみましょう。なんかすごいね、どこもかしこも無法地帯化がすごいね。さあで今このモレーンレイク、この遊歩道を歩いてるんですけど、来てみたら分かります。結構遊歩道じゃないところにこうやってほらいろいろ人が歩いていってるんですが、これめちゃくちゃ危険です。こけたりするとこういう板状に削れている石に頭とか打っちゃうと多分頭割れます。切れるよね。そうでここスマホの電波が通じないんで、そうなったら死ぬと思ってくださいなので基本的にはこの遊歩道整備してあるところの中を歩いて楽しみましょう。これでも十分楽しいけどね。なんかプチハイキング気分になれると思うよ。さあじゃあ2つ目の展望台に到着しました。景色はというとダーン、ほら完璧な景色です。見たことある景色が広がってます。いいね、超綺麗じゃん今日。最近ずっとね天気が曇っとったけど。そうでここも下に見るとちょっとあるんですけど、カヌー体験なんかも後でこの下に行ってみようと思いますが、カヌー体験なんかもできます。さあじゃあビューポイント来てますけど、どんな今日のモレーンは？今日は綺麗ですね。日も当たって天気もいいし。どう綺麗？湖の色が綺麗にかかって、あとなんか光でキラキラして綺麗。ちょっとね今日奥の方がなんか霞がかってますが、全然これでも十分綺麗な。ちなみにこの湖の色加工してないんでね、ここは結構レイクルイズとモレンレイク、レイクルイズの方が有名なんですけど、こっちの方が湖の色は綺麗だと思う。ぶっちゃけ湖としてはこのモレンレイクの方が綺麗だと思います。はい、で2つ目の展望台の混み具合はこういう状況なんですけど、割とねやっぱどうしても夏はいます。でこれ後ろ見えますか、このピンクの人、ここで写真撮るのが、いわゆるザ・モレンレイクみたいな写真が撮れる場所なんですけど、結構混んでるんで譲り合いながら、あんまり長い時間ここ占領しないようにお互いに譲って写真撮影しましょう。で写真撮影する時のポイントは、とりあえず撮ってあげる、そうすると場所入れ替わるので自分の写真を撮ることができます。これが、この早く撮るコツやね。そうだね、みんな気持ちよく撮りたい写真撮れるポイントです。さてそれでは、この上に登っていくビューポイントからさっき見ていた湖畔までちょっと行ってみましょう。湖畔には、湖畔歩くこともできるし、あとはカフェとお土産屋さん、そうだねとかがあるので、ちょっとこれから下に降りてそれを紹介していこうと思います。さあ今下に降りてきましたが、一番近いこのビューポイントは人がかなり溜まってるんでやめた方がいいです。もうちょっと奥にこうやって歩いていくと、湖畔もう一個出れる場所があるんで、そっちをおすすめします。今からそっちに行ってみましょう。ゴーゴー。
ここにもまだ展望台みたいなのあるけど、何箇所も何個かあるからその時々で結構混み具合も違うけど、さっきのとこもいいし、こことかもあそことかいろいろあるよね。うん、まあ、何箇所かあるので一番空いてそうなとこを探してみましょう。よし、じゃあ、はい、モレンレイク湖畔にやってきましたけど、さっきまでいたのがどこ？指差しでこの上にいて、今下に降りてきました。で後ろぐるっと回ってみると背景としてはこういう風景です、ね。モレンレイクの方がかっこいいよね。このテンピークスっていう10個の峰に囲まれた場所です。で目の前カヌーとか、あるんで、そういうのも楽しんだりすることができます、でちょっとこれからカヌー乗り場、どれぐらい混んでるかとかいくらでできるかとか見に行ってみましょう。さてさて、ここがカヌー乗り場の小屋なんですけど、さっきのあれやね、レイクルイーズと比べて誰もいません。かなりおすすめ。本当やね。珍しくない？だってここにこんなに人おるんや。しかも結構出とるよね、カヌー自体も、こんなに人いるのに、ウェイティングなしです。さあ、じゃあ気になる値段とかちょっと見てみようと思いますが、1時間あたり、160ドルぐらい。1時間だけなんやね。そうだね。これも3人乗りの、カヌーで1時間160ドルだから、1人割ると50から60ドルぐらいで楽しめます、でここで受付をしてこの先で乗っていくという体験です。時間に余裕があればかなりおすすめ。待ち時間ないしね。そうそう、待ち時間ないのはいいと思う。でレイクルイズと同じぐらいの値段なので、まあいいんじゃない、結構ありだと思います、カヌー体験ぜひ来るときは、ちょっと検討してみてください。楽しいと思います。さあ、じゃあこれからカフェとお土産屋さん紹介していこうと思います。このクマさんが目印の場所です。よし、向かっていきましょう、ね。この湖畔にはこの目の前に見えるロッジ的なところにお土産屋、と、カフェが1軒ずつ、唯一のお店ね、が入ってます。テラス席とかもあるじゃん、満帆やね。ちょっとね、カフェは中入ると別に今回なんか買うわけじゃないんであれなんで、外の様子だけお届けしますが、外のテラス席も、こういう風な感じであったりします、ね。今とか結構暑いからアイスコーヒー的なやつは結構にぎわうんじゃない？大変やもん、出てるんじゃないでしょうか。混みすぎて、それにしても混雑がすごい。すごいね、はい、じゃあ次行こう。はい、じゃあ次ちょっとお土産屋さんの中をちょっとご紹介していきましょう。なんかもう人が多いのが分かりきってるから、なんかちょっと嫌だよね、入る。でも今他のお客さんも言おったよ。今人が多すぎて入りたくない。ここにもクマさんがいます。よし、じゃあちょっと入っていきましょう。さあ、ここはモレーンレイクグッズが、結構いっぱいふんだんに置いてあって、店内はまあまあそこそこな広さです。右後ろとかある。でこれモレーンレイクの、色をなんていうの、こういうの色をモチーフにしたって言い方で合ってる、T シャツがあったりタンブラーがあったりとか、他のデザインもいっぱいあるね。結構ね、ここモレーンレイクグッズはここでしか買えないので、バンフの街に帰っちゃうとないんで、もしここでこれはっていうものがあったら絶対買った方がいいと思います。何？モレーンレイク。どれ？こんなのもあります。ここ結構いいよね。バンフナショナルパーク。はい、じゃあこういうところも、お土産屋さんとしてあるので紹介しました。さあ、というわけでここまで、レイクルイーズと、モレンレイク紹介してきましたけど、久美子的にはどうやった？まあ相変わらずね、綺麗でなんか見てて美しいから気持ちもいいんだけど、やっぱ人がすごいね。人すごいですよ、マジで。自家用車とか禁止にしたんですけど、全然減ってないです。むしろ大型バス入る台数が増えたから人がすごいよね。これね、多分一つの今、試し？そう試行錯誤している途中ですが、今の段階だと観光客減ってないんで、これ多分得しているのは旅行会社とシャトルバス会社だけです。だよね。だって来
来てる人の数が変わってないのに規制がかかってるんで、そういう会社だけ得してるみたいな印象を受けます。そうよね。まあ、ただ、このねモレンレイクルイズの綺麗さっていうのは別にそんなに人がどんだけ増えてもそんなに変わってるものではないので、まあね、一生に一度しか見れん景色でもあると思うし、まあ、今回紹介したこの2つの湖はカナディアンロッキーに来たらもう必ず行った方がいい湖です。で、ツアー会社であったりシャトルバス会社自分で行くこともできますが、結構ね予約が難しいと思います。いっぱい選択肢がある。で特にこのモレンレイクとかのシャトルバスとかレイクルイズのシャトルバスはもう早めにもう旅行決めたらすぐやった方がいいよね、じゃないともうすぐいっぱいになると思う。シャトルバスを自分で取るときは早めに、しかも英語です、はい、なのでまあねできる人は頑張ってくださいまあそういう意味では来れたらラッキーなっていうことになりますので、まあ、カナディアンロッキーに来たら、絶対行くべき2つの湖レイクルイズとモレンレイクを紹介してきました。でこのチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーから後ろに見える美しい絶景であったり楽しいことを、紹介しています。これからもどんどんそういう情報を、紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。さあそれではまた次の絶景でお会いしましょう。バイバイ。